生命、科学が及ばぬ無限のエネルギー、今その力を恐るべき武器へと変えて何かが襲ってくる。プログラム生ける狂気、地表に満ち平和の日々踏みにじる。おお君よ、明日への道は切り開け自分の腕で。儚く炎の向こうで君を待ってる人がいるのなら、海馬鬼人の袋に海馬たぎる魂、強食走行海馬。俺だ。例のものを手に入れたか？手に入れた。今ここにある。それより本当にこれを渡せば俺を助けてくれるんだな。約束は守る。明日の夕方までにそれを届けてくれればね。必ずだぞ。体が痛くてしょうがねえんだよ。なら無駄口を叩かずにさっさと持ってくるんだな。約束だぞ。今夜は山沿いでは一時雷雨になるものと思われます。明日は晴れ間が広がり穏やかになるでしょう。天気予報終わります。やっちまった。ちくしょう、こんな山道で飛び出しやがって。おや、誰もいねえ。おかしいな。なんだありゃ。なんだこいつは。なんだか知らんが、ひょっとすると金目のもんかもしらんな。飛んだところでとんだ広いものをしちまったぜ。しかし何だったんだ。確かに人にぶつけたと思ったんだがな。なんだ、おかしいなって。おっ、うわ
朝の新聞見たかよ。昨日の事故ただの事故じゃないって書いてあったぜ。マジかよ。何の話？あら、もっと気合い入れかい。はい。ほら、昨べトラックが事故って運転手が死んだ。ああ、あれか。それがさ、半端じゃねえんだよ。トラックが地面に杭みたいにぐさーっと突き刺さってたんだと。しかもさ、どう事故ったってあんな風にはならないらしいんだ。何かものすごい力で地面に叩きつけられたとしか思えないんだと。ショー、お前どう思う？あ、そうだな。きっと怪獣かなんか出たんでないの？お前のリアクションはいつもつまんねえんだよ。このごめん。やっぱりこんなとこで遊んでた。何してんの？総務会あるのに忘れたわけじゃないんでしょうね。あ、やばい。待って水木。ちょっと待って。ごめん。じゃあそういうわけで、おい水木。なんだあいつ。生徒会副会長の瀬川瑞希じゃんか。彼女さ、翔の幼馴染なんだって。ショーが生徒会役員ね。ところで何やってんだあいつ。初期。納得。逃亡中の実験体が昨日出没したのがこの辺りです。本当にすいませんでした、生徒会長。そう気にするな深町君。君はいつも真面目にやってくれてるからね。それじゃ始めようか。副会長。はい、では今日の議題を説明します。まず最初に各クラブの予算についてですが。いつも真面目か。別に好きで生徒会の仕事やってるわけじゃないのに、なぜ立候補したのかな。動機が不純かな。畜生、体を痛むしひどい熱だ。翔、今から帰りか。哲郎さん。水木はどうした？会長の牧島さんとまだ仕事だって。会長、これで予定の議題は全部終わりました。今日はこれで解散。水木。会計と副会長、悪いがクラブ予算の整理を一緒に手伝ってほしいんだが。そうか。どうだ翔、今日は土曜日だ。気晴らしに森でも歩くか。工作隊はいかなる手段に訴えても実験体を始末しユニットを取り返すのだ。いいか、ユニットの奪還が今回の出動目的である。繰り返す、ユニットの奪還を最優先せよ。奴らもバカじゃねえ。そろそろ追ってくる頃だ。だがこんなところでやられるわけにはいかねえ。こいつさえ取られなければ、いざとなりゃこれで。お前には面倒かけるな。そんな。あいつ兄貴の俺が見てもいい線いってるのに、あれで男を見る目さえ。哲郎さん、俺別に水木のことそんな風に。なに照れてんだよ。探したぞ。
こへ行こうってんだ。モルモット野郎。モルモットだと。ふざけるな。俺の体をこんなにしやがって。出来損ないめ。さあ言え、ユニットはどこへやった？ユニットはどこなんだ？言えよ。言えば楽に殺してやるぜ、モルモットさんよ。違う。俺は人間だ。離れろ。グレゴール。下がってろ。モルモットの貴様がこの俺に勝てるとでも思ってるの？そらゴミに。ですね、だいたい水木にはですね。分かってる、牧島のことは。ま、恋敵は手強いが頑張れ。兄貴はお前を支持するぞ。哲郎さんに好かれたってしょうがないでしょ。んなことはないさ。将を引とすればまず馬をって言うだろ。でっけえ馬なんだと。さあ早くユニットを探し出せ。死にたくねえ、死にたくねえ。バカが、お前はどの道生きちゃいられないんだよ。お前ら実験体は我がクロノスを離れたら1週間と生きていられないのさ。放っておいても死ぬんだ。早くしてくれよ。体が痛くてしょうがねえんだよ。元の体に戻してやる。ただしそれを受け取ってからだ。だから言ったろ、貴様はモルモットだって。騙された。隊長、ありました。ユニットの凍結ケースです。おお、あったか。てめえらにユニットは渡さねえ。爆弾。何？支部長、やられました。実験体が超小型爆弾を持っていた模様でユニットの至近距離で爆破。実験体は即死です。ユニットは爆風で付近に叩きつけられていたもの一つを回収しました。若干の損傷が認められます。ユニットは全部で3個あるはずだ。至急探し出せ。至急だ。はそれがどうしたんだ。グレゴールが先ほどの爆発のショックで変身機能破壊され、戦闘形態のまま元に戻れず。ダメです。脳をやられて明らかに発狂。南へ向かって走っていきます。バカめ、不始末を重ねおって貴様がグレゴールを処分しろ。重火の許可を与える。ゾアノイドは補充が効くがユニットはこの地上に3つしかないんだ。回収の邪魔者は消せ。貴様が処理するんだ。まったく揃いも揃って。困ったもんですな。心配ご無用。ユニットは必ずここに回収させる。もちろん。
信じていますよ。そう願いたいものですね。支部長からしてこのざまだ。これが日本支部の実態か。支部長。何かね。幸運を。これはさっきの爆発と関係があるかもしれん。それにしてもあの爆発は何だったんだ。おいしょ、変に触らん方が。よせよ。爆発で飛んできたということは何かの機械の破片かな。にしてもこの隙間から覗いている模様、まるで生物組織のようだ。爆弾だったらどうするんだ。あ、やばい。いてこいつ生きてる。こいつ俺の中に入ってくる。ショー。翔くんたらね、水木。水木のことマジ好きなんじゃない？まさか冗談。でもね、さっきなんかパタリと鉛筆が止まるわけ。すると水木の方じーっと見てんの。まあ呆れた、まだ子供のくせに。でもさ、水木はあの会長のどこがいいわけ？男らしいから？まあ翔くんと比べたらずっと大人だもんね。やだ水木、赤くなっちゃって。いたぞ、あそこだ。吉野だ。おい。会長、自分から手伝ってくれって言ったのに、私たちにだけ押し付けちゃって。そうよ、さっさといなくなっちゃうんだから。どこ行っちゃったのかな。だってずるいわよ。用があるからあとは頼むなんてね。誰か助けて。誰か。どうしたの急に。ちょっとお兄ちゃんの声がしたみたいだったの。やだ。隊長、邪魔者の少年をどうします？放っておけ。グレゴールに任せればいい。ことはそれからだ。なんだあいつは。グレゴールが怯えている。やった。まさかあの細身で重戦車並みのグレゴールと互角のパワーが。バカ、
グレゴール。待て、ユニットを全て回収するのが我々の任務だ。腰抜けどもめ、それにしても奴は何者だ。我々以外に重火兵ゾアノイドを扱う者はいないはずだが、始末をつけておかねばなるまい。俺は工作隊長バモアだ。グレゴールとはわけが違うぞ。まさかレーザー兵器？別に発信機を埋め込まれているわけではない。俺はこういう風に調整された生体兵器なのだ。貴様がいかにパワーを誇ろうとも俺に勝つことはできん。レーザー。哲郎さん。ショーなんだな。どうしちゃったんですかこれ。お前本当にショーなんだな。やだな哲郎さん、まるで怪物でも見るような。ショー。俺はこんな体に。ショー。やだ。ショー、見ろ。哲郎さん、あれは。わからんがとんでもないもんらしい。なんたる不手際だ。全ユニットの回収に失敗し、ゾアノイドを一般人に見られ、天津さえユニットを使用したと思われる怪人の手でグレゴール・バモアを失った。そもそも我々クロノス以外にゾアノイドの実用化に成功したものなどこの地上に存在しないのだ。その場に何か現れたとしたらユニット絡みとしか考えられん。それぐらい冷静に考えれば分かりそうなもんだろう。バカどもが。まあ無理もないでしょうな。彼らはユニットの何たるかも知らされずに回収に向かわされた。もっとも教えようにも最高責任者たるあなたでさえいまだにユニットの実態をつかみあぐねているありさま。今度の失態、責任者としては辛いところだ。場合によってはあなたの首が飛びますよ、日本支部長。ん？
リスカー監察官。何ですか、日本支部長。あなたは監察官として本部へどのような報告をするつもりですか？着きましたよ。ああ。支部長はおそらくガイバーという言葉の意味すらご存じないでしょう。後輪車の言葉で規格外品、つまり基準を外れたものという意味です。規格外品。規格外品とはどういうこと？いわば全ての枠に収まらない存在。その実態は定かではないが、とにかくとてつもない生態兵器らしい。とにかくただ一つ回収できたというユニットを拝見しましょうか。支部長、私はそのために本部から派遣されてきたのですから。破損しているそうだ。破損といっても金属製の外郭にひびが入った程度ですから、内部の有機体には全く影響がないものと思われます。これからの本格的な分析で。開けてみせてくれ。危険だ、リスカー監察官。そうです、ユニットはまだ未知の物体です。分析の完了を待った方が。クロノスの最高機密たるユニットガイバー、その日本支部への移送の全てを観察し、本部に報告するのが私の任務だ。現物を確認しないわけにはいかんな。はい。心配無用、触りゃあせんよ。これがユニットガイバー。監察官！リスカー監察官。心配したぞ、翔。熱出したって言うから。心配かけてすいません。もう大丈夫みたいです。はあ、うまかった。ごちそうさん、水木。おそ松様。でもそんなに元気なんだったらおかゆじゃない方が良かったかな。いや、助かったよ。サンキュー。どういたしまして。水木を連れてきてよかったな。お前んちは親父さんと二人暮らしだから、何かと不自由してるんじゃないかと思ってさ。いやー、ほんとお心遣い痛み入りやす。ついでだからおじさんの夕食も作っとくね。ああ、いいよ、そんなことまでしなくっても。いいから寝てなさい。またお熱が出るわよ、翔ちゃん。で、こいつついでに洗濯もしちゃうから洗濯物あったら出しといて。あちゃー。まさかスライムの化け物にへばりつかれたショックで熱出したなんて言えねえよな。それで体の方は何ともなかったのか？それが背中に出来物が。出来物？これは似てるでしょ、あいつの組織に。お前、これ昨日気づいたんです。その時はもっと大きかったんだけど。そうか。じゃあ少なくともそいつがじわじわ広がって全身になんてことはないわけだな。哲郎さん、一言だと思って。すまん。しかしこれはやっぱり医者に見せた方が。翔、洗濯物出した？まさか二人はそういう仲だったとか。バカなことを言うな。そうだよ。もうお分かりですな。もしこれと同じ力を持った者がユニットの回収を妨害してきたら、あなたの部下では対処できません。しかしユニット奪回の任務、遂行できるのは同じガイバーの力を手に入れたこの私だけですよ。生体兵器。細胞融合や遺伝子操作なんかで作られた
兵器としての生命体だよ。あれから俺なりに考えてみたんだが、あのゾアノイドとかいう怪物やお前にへばりついたスライムの化け物はどう見たって並の科学力じゃ作れない。あの兵隊にしたって本格的に訓練された戦闘員みたいだったし、どっかのでっかい軍事組織がバックについてるんじゃないかな。やっぱ人事だと思ってるなこの人。なんか言ったか？別に。だけどさ、あんなに凄まじい破壊力を持った生体兵器を手に入れたらきっとこの世に怖いものなんかなくなっちまうな。哲郎さん、何考えてんですか？まさか。いやそんなんじゃないさ。探しに行こうとかそんなんじゃ。当たり前でしょ。もうこりごりですよあんなの。でも哲郎さんの言う通りだ。気にならないと言えば嘘になる。あれまだ沼の中にいるんだろうか。深町くん、どうしたの？あ、深町くん大丈夫？ぼーっとしちゃって。大丈夫だよ大丈夫。病み上がりで無理をしない方がいい。今日は早く帰って医者に行きたまえ。でもちゃんと全快するのが今の君の仕事じゃないのかな。はあ。もう今日は休みなさいって何度も言ったじゃないの。ダメよ。ほらさっさと歩く。兄貴お願い。あのさ水木。はいお大事に。ちょっと水木。これってやっぱり外科かな。とりあえず皮膚科だろう。君瀬川哲郎君だね。警察？実はおととい成沢山で起こった原因不明の爆発事件について調査中なんだが、23聞きたいことがあってね。まったくその前日のトラック爆発事件といい、このところ不可解な事件が多くてね、捜査も難航しとるんだ。ちょっとそこまでご同行願えんかな。僕も言っていいですか？ショー。構わんよ。構わんとも。ショー、お前なんだって。警察に言うんですよあいつらのこと。俺もう黙っていられなくって。一体何を教えてくれるのかね。怪物に変身する男の話でもしてくれるのかな。何？貴様らまさか。こちら工作班、目標を捕獲。ご苦労。直ちに指定の場所へ向かえ。ようこそ瀬川君。早速だが我がクロノスの取り調べに協力してもらおうか。取り調べって一体何を？哲郎さん、君はこれを見たはずだ。どこにある？知らない。そんなはずあるまい。お前を助けたあの怪人ガイバーはこのユニットと関連があるんだからな。ガイバー？さあ言ってみろ。本当に知らないんだよ。ラモチス、そっちの坊やと遊んでやれ。そうすれば少しは話す気になるだろう。やめろ。ショーには関係ない。よせ。ショーは関係ないんだ。そうかね。だったら素直に答えたまえ。さもないと。ショー、沼だ。あいつは沼にいるんだ。おお、ラモチス、坊やの腕を噛み砕いてもいいぞ。何？本当のことを言ったじゃないか。やつは沼だ。沼の中に消えたんだ。あの沼なら調査済みだ。奴の影も形もなかった。これ以上デタラメを並べてる余裕はないと思うがね。やめろ。やめてくれ。おい、ユニットガイバーはどこだ？ユニットガイバー？あんなに凄まじい破壊力を持った生体兵器を手に入れたら。君を助けたあの怪人ガイバー。ガイバーはどこだ？ガイバーはどこだ？ガイバー？ガイバー？うわー！
何？貴様。ショー！哲郎さん、しっかり捕まって。おう。なんてことだ。あんな小僧がユニットガイバーを。ショー！死骸がみるみる腐食していく。ショー！哲郎さん。お前どうしてそれが？わからない。ただガイバーっていう名前を聞いて、それでもしこいつの力があればと思ったら。あ、どうした？まだ誰かいる。翔くんとか言ったね。驚いたよ。まさか君のような少年がユニットを手にしていたとはね。さっきの外人だ。貴様何者だ？私の名はリスカ。クロノス本部から派遣された監察官。そしてまさか君と同じガイバーさ。ガイバー？そうだ。捕獲した知性体と有機的に結合し、その生体機能を強化し増幅する未知の超生命体。これに増殖と暴走を抑えるコントロールメタルを組み込み、自在に食草分離の可能な強食走行システムとする。それがユニットガイバーなのだ。ユニットはこの地上に3つしか存在しない。それを食草してしまった以上、君も我々にとっては貴重な実験台だ。何としても我がクロノスに来てもらうよ。ふざけるな。誰が貴様らの思い通りになるか。言っておくが抵抗は無駄だ。たとえ同じガイバーとはいえ、君が私に勝てる可能性は全くない。やってみなきゃわかるもんか。そうかね。では手加減はしないよ、翔くん。ショー！負けてたまるか、あんなやつ。
つに。ショー、謝るなよ。ユニットが基本的に同じものなら植装したものの能力がそのまま力の差ということになる。もしリスカが本格的な戦闘訓練を積んだ人間だったら、やっぱりショー。そうか、君の始末がまだだったな。哲郎さんに手を出すな。まだわからんのか。これ以上抵抗すると死んでも言いなりにはならない。よかろう。では死体にして連行するとしよう。所詮そいつは何の知識もない君には手に余る代物だ。だが私は違う。見よ。何？ダメだ。リスカはガイバーの能力を知り尽くしている。さらばだ、将軍。このガキめが許さん。甘く見すぎたな小僧。これは一体。ショー、見ろ。奴の額のメタルにひびが。何？それでは例の爆弾騒ぎでコントロールメタルが破損していたというのか。あれがコントロールメタル。あれがなくなったらガイバーはどうなるんだ。バカな。おお。哲郎さん、コントロールメタルを失った植装者は。植装者はガイバーに食われる。
会長、まずかったかな、こんなところに誘っては。いえ、そんなことありません。なんだか緊張してしまって。は、あれは瀬川と生徒会長。こんなところに高校生の分際で。ああ、いいよな、俺もあんなこと。あ、バスが来るぜ。様子が変。そうなんです。初期の深町君とうちの兄が。兄ご存知ですよね。ああ、瀬川とは去年まで一緒のクラスだったからね。で、隠れてこそこそ何かしてるみたいなんです。先週の土曜日も夜遅く真っ青な顔して帰ってきて、まるで幽霊でも見たような。言い訳するんですけど、すぐ嘘だってわかるんです。今までこんなことなかったのに。そう心配することはないと思うよ。まさか瀬川や深町君が悪事を働いているとは思えないからね。そうですよね。そんな大それたことできっこないですよね。ごめんなさい。こんな話、牧島さんには全然関係ないのに。いや、いいんだよ。他ならぬ副会長のことだ。何かあればいつでも相談してくれたまえ。じゃあ出ようか。何ですと、まさかあの方が。いかに非常事態とはいえ、クロノスの長たる者の一人であるあの方自ら来られなくても。もう到着される。待ってください、義王総司令。リスカー監察官を死なせたのは私の責任ではないというのかね。私は止めたんです。だが彼は功をあさって。それ以前の不手際が問題なのだよ。もはや君にこの椅子に座る資格はないというのが私の見解だ。そんな。いかに大きな失態を犯したとはいえ、それはあんまりです。少しは日本支部の今までの功績を。確かにこれまでの日本支部の業績は認めよう。ゾアノイドを量産にこぎつけた開発手腕は本部でも高く評価している。だからこそこう結論せざるを得んのだよ。指揮官が無能なのだと。これ以上事態が悪化するようであれば、当日本支部の指揮はこのリヒャルト・ギオが取る。異論あるまいな、ミスター・マキシマ。このままではわしの失脚は免れん。くそ、なんとかしなくては。ここまで築き上げてきた地位を今さらこんなことで失うわけにはいかん。お困りのようですね、お父さん。兄と。これはゼルブブス。ゾアノイド開発技術においては世界に冠たる我が日本支部の切り札だ。
かねてより調整を重ねてきていたのだが、飛んだところで役に立つ羽目になった。本当にこれをお使いになるのですか？そうだ。今度失態を犯せばいかに私とはいえ命取りになる。ガイバーを確実に倒せるのが従来のゾアノイドをはるかに凌駕するこのゼルブブス以外にないの。お父さん、ガイバー打倒に切り札が1枚では少々心もとないのではないですか？どういうことだ？あるんですよ。ん？ガイバーの戦闘能力を半減させるもう1枚の切り札。本当か？嘘は言いませんよ、お父さん。まだある。そうか、お前もそう思ったか。ええ、僕が叫んだ時、ガイバーはまるでその叫び声に応えるかのように現れたということか。僕とガイバーは何かでつながってるんじゃないかと思うんです。おそらくその背中にある腫瘍がガイバーの発信機のような役目をしているんじゃないかと思う。じゃあ僕が呼ぶとガイバーは？そう、これは俺の推論なんだが、ガイバーはいつもショーのすぐそば、異次元とでも言うのか、そういう空間にいるんじゃないのかな。そしてお前の意志なり声なりを感知して次元の壁を突き破ってくる。じゃあガイバーはいつもお前の後ろにいるということになる。うわー！水木！どうしたの？そんなバカみたいに驚いて。この娘を利用してガイバーをおびき出すというわけか。そうです。そして日本支部の総力をもって必ずやガイバーを葬ります。何とぞこの作戦の許可を。小深町、いかに職捜隊とはいえこんな子供に総力戦とはな。いいだろう。だがガイバー相手に雑魚を何体揃えても役に立たんぞ。いかにガイバーといえども人間の肉体をベースとする以上、そのエネルギーは無尽蔵ではありますまい。ゾアノイドによる波状攻撃で消耗しきったところを我が支部の切り札で。ほう、切り札。ゼルブブス。あらゆる点において従来のゾアノイドをはるかにしのぐ力を備えた、いわばハイパーゾアノイドを目指して開発された、それがこのゼルブブスなのです。ハイパーゾアノイドだと？よかろう、期待してみよう。日本支部自慢のハイパーゾアノイドとやらに。はい。水木、どうしたんだよ水木。水木、助けてくれ！待ってくれ！水木！俺だ！ショーだ！ショーなんだよ！待って！なんだ深町、トイレか？そうです。さっさと行ってこい。すいません。ねえ、ボケちゃってよ。夜更かししてんだろ。いけないことしてるとか？そんなんじゃないよ。あ、5組の上司じゃん。あの背の高い子いいな。はあ、俺も5組だったらよかったのにな。
うちのクラスにはろくなのがいないよな。はあ、ショー、お目当ての水木ちゃんだぜ。そうね。みどうしたんだよ、ショー。やっぱ原因はあれか？あれだな。水木にだけは知られたくない。俺の体が強食装甲なんていう化け物に支配されてるなんて。探したよ。また水木にとっちめられちまった。ショーの様子が変だ。一体二人で何をコソコソしてるんだなんてね。まったく妹のくせに兄貴を何だと思ってるんだ。毎晩夢に見るんです。どんな夢だ？ガイバー2の最後、僕もあんな化け物なのか。そう思うと水木と前みたいに話せなくなって。バカ野郎、お前はお前だろ。しっかりしろ。今日は3人で帰るとするか。でもいいから来いよ。水木と飯でも食おう。ほら。牧島さんまだかな。確かここに集まるってスイッチワット。用務員のおじさんもうびっくりするじゃない。本当にびっくりするのこれからだよ。あれは水木。来たか。ゾウハの移動。水木。じゃあショー、小僧、この娘はいただいていくぞ。水木。くそ。どうしたんだショー。なぜ食草しない？予定通りガイバーをおびき出した。ゼルブブスに連絡を。哲郎さん。ショー、俺に構うな。水木を頼む。奴らとうとう水木まで頼むぞショー。ダメだ水木。ショー。力がいるんだ。水木を助けるんだ。やいばここか。中に敵がいる。かなりの数だ。5体、いやもっといる。罠か。構うもんか。出てこいクロノス。ようこそガイバー。待っていたぞ。貴様、水木は。さあな、会いたければ自分で探したまえ。もっとも生きていられたらの話だ。死ねガイバー。
戦だな。まだゼルブブスか。しっかり抑えていろよ。そう死ね。勝手に武器が。そうか、このコントロールメタルは俺を守るためのものなんだ。水木！水木！まだいたのか。俺の名はゼルブブス、貴様の処刑人だ。どけ通じない。ガイバーのパンチが。強い。今までのゾアノイドとはまるで違う。さすがゼルブブスだ。これでガイバーも終わりだ。せっかくの切り札も必要なかったかな。娘がどこにいるかわからんではメガスマッシャーも使えまい。しかも消耗しきったその体、貴様に勝ち目はない。死ねガイバー。俺が死んだら水木も殺される。あれだ。暇だ。くそ、こうなったらあの娘を盾に取ってでも。待て。これは一体。貴様何者だ。この娘を利用するのはこの俺だ。死ねえドブネズミ。こいつはガイバー。安心したまえ。君のガールフレンドは無事だ。水木、待ってくれ。あなたは一体。いずれまた会うことになるだろう。その時を楽しみにしているガイバー1。ユニットは全部で3つ。リスカーはそう言っていた。すると奴がガイバー3。そうしれ。今一度のご猶予を。ミスターマキシマ、君は君自身の運命をかけたゲームに負けたのだ。潔く私の目の前から消えたまえ。まさかハイパーゾアノイドが破れるとは。最後に一つだけ教えてやろう。日本のハイパーゾアノイドなど所詮はまがいものに過ぎぬということを。何ですと。見るがいい。真のハイパーゾアノイドの姿を。紹介しよう。現在望みよる最高の技術で調整された
ゾアノイドのエリート、ハイパーゾアノイド5人衆だ。私直属の部下であり真の切り札だよ。牧島前支部長の処分が決まった。本部へ書類送付の上、支部長解任ということだ。その後処刑されるか、実験体ゾアノイドのベースにでもされるかはこの私にもわからんがな。不服かね。いいえ。おう、いかに養父とはいえ仮にも父と呼んだ男が失脚したというのに。あの男はただ己の地位を固める手駒が欲しかったに過ぎません。そのために父の経営する会社を倒産に追いやり、多額の負債を負わせて、それと引き換えに私を養子に迎えたのです。自らの有能な手駒に仕立て上げるために。元より親子の情など微塵もありません。なるほど。確かガイバーの少年と同じ学校だったな。生徒会長を務めておりますが。私に策がある。実行にあたってお前の知恵を借りたい。かしこまりました。よろしい。これからは私の手駒として働いてもらうぞ、牧島アギト。部屋にこもりっきり？あの後熱を出してな。かなりショックを受けたみたいだ。じゃあやっぱりゾアノイドを見てしまったのか。おそらくな。哲郎、あら翔くん。夏希さん、水木どうです？もう体は大丈夫なはずなんだけどね。なんか塞ぎ込んじゃってるわ。あまり口も聞きたがらないし。じゃあ哲郎、私そろそろ。ああ、すまなかったな夏希。せっかく見舞いに来てくれたのに、なんか病人の世話みたいなことをさせちまって。いいっていいって、お互い様よ。ありがとう。じゃあおやすみ。バイ翔くん。おやすみなさい。翔、水木には本当のこと言っといた方がよくはないか。哲郎さん。かわいそうだけど水木はもう事件に巻き込まれているんだ。どのみちクロノスは水木を狙ってくる。俺が守ります。お前はともかく、俺が今まで殺されなかったのは3つ目のユニットの手がかりを知っていると奴らが思い込んでいたからだ。それが見つかったら奴らは間違いなく俺たちを皆殺しにする。なんとか奴らの存在を世間に知らしめていかないと。危険だ。ダメだよ哲郎さん。これ以上関係のない人たちを巻き込んじゃ。じゃあこのまま俺たち2人だけでどうにかなるっていうのか。このままじゃ奴らの思うツボだぞ。何か手を打たなければいずれ水木まで。新聞社？マスコミに？奴らにとって自分たちの存在を公にされるのが一番怖いはずだからな。相手にしてくれますかね。そこにはうちの学校の OB で高里っていう人がいるんだ。その人なら話を聞いてくれるさ。聞いたところでとても信じちゃくれないでしょ。あいつらは証拠を全く残さない。ゾアノイドは死ねば溶けてしまうし、手ぶらでそんなこと言ったってとても信じちゃくれませんよ。だからお前を連れて行くんじゃないか。たとえゾアノイドを写真に収めたところでこんな話信じてもらえるもんじゃない。だが誰が見ても一発で信じざるを得なくなる方法が一つだけある。参ったね。どうも瀬川よ。正直今の話を聞いた俺の所見はだ。お前さんの頭がまともじゃないか、
それとも悪質な作り話で俺を騙そうとしているのか、二つに一つってとこなんだが。高里さん。お前が好んでそんな人騒がせなことをするやつじゃないってのを生地よく知ってるからな。嘘じゃありません。本当にクロノスは存在するんです。分かった分かった。じゃあ100歩譲ってそのクロノスとかいう巨大な組織がいたとしよう。俺に何しろって言うんだい。記事として取り上げてほしいんです。はあ？奴らは自分たちの存在を知った者全てを抹殺しています。ということはつまりクロノスの存在が公然のものになれば奴らもそれ相応のダメージを受けることに。おいおい、そんな怪獣映画みたいな話を紙面に載せろっていうのか？お前正気でそんなことを？もちろん正気ですよ。今までだって何度も命を狙われてきたんだ。このままじゃ本当に殺されちゃいます。先輩お願いします。お願いします。ダメだな。そんな大それたことならますます歴然とした証拠なしに記事にはできん。証拠ですか？そうだ。そのガイバーなりゾアなんとかなりが実在するという証拠だよ。それがなくちゃ話にならん。言っとくけどな、SFX まがいの怪獣写真なんかじゃ話にならんぞ。わかりました。今証拠を見せます。危ないですから少し下がってください。慎重に検討したいか。哲郎さん、本当に良かったんでしょうか、あんなことをして。効果はあったさ。あれだけの人間がガイバーを見ちまったんだ。これでクロノスもうかつに。高里先輩！もはや猶予もならん。第三のユニットが未だに発見できない現在、深町省を抹殺し、そのコントロールメタルを回収する以外にない。五人衆、ガイバーを抹殺してくるのだ。はっ。コントロールメタルの原型さえとどめていれば死体でも構わん。奴の学校ごと全てを葬り去るのだ。しかしユオをそう知れ。それでは我がクロノス日本支部の情報操作能力の許容範囲を超えてしまいます。完全なる証拠隠滅は不可能ではないかと。アギト、お前はどう思うかね。小の虫にこだわるあまり大の虫を取り逃がす日本人に共通した欠陥です。ガイバーの抹殺は全てに優先するものと思いますが。その通りだ。奴らは例の新聞社の一件のようなことをいつ引き起こすかわからんのだからな。抹殺しない限り我らの機密を守ることはできん。アギト、現地の地理などから五人衆のフォーメーションを作成しろ。承知しました。では五人衆諸子のデータを。あの男は牧島アギト、前日本支部長の息子、未来の幹部候補生たるエリートだ。ほほう、じゃあ俺たちのお仲間ってわけか。ふん、まだ子供さ。そういや、昨日の新聞社爆破見たか？あ、見た見た。ありゃすげえよ、すげえ。おお、もうちびりもんだぜ。まるで映画だよ。ダメだ。テレビも新聞もみんな過激派の仕業になってやがる。哲郎さん、だから俺は反対したんですよ。ガイバーを見た人間はみんな例外なく巻き込まれるって。すまん、俺が甘かった。いくらクロノスでもこんな派手な真似はしないと高をくくっていたんだ。だがあいつらにはどんな大事でももみ消しちまうだけの力がある。高里先輩は俺が殺したも同然だ。哲郎さん。あ、水木。ショー、兄貴に聞いてもどうせ適当にお茶を濁すに決まってるからあなたに聞くわ。
あの怪物は一体何なの？水沢君、カーテンを閉めてくれないか。え？嵐が来そうだ。10分で型をつけろ。行け。ちゃんと答えて。一体あれは何なの？ショーや兄貴とどういう関係があるの？それはだな。兄貴は黙ってて。ショー、私に何を隠してるのよ。それは。ショー、はっきり答えて。ショー。それは。うわっ！なんだ！哲郎さん、クロノスの襲撃だ。まさか奴ら学校にまで。クロノス。はっ！周囲20カ所の道路閉鎖完了。工作員32名を各所に配置。今やあの学校は完全な密閉空間です。バトルステージは整った。行け。ハイパーゾアノイド5人収容。ガイバーをいぶり出せ。一体何なんだよ。知るかよ。もしかしたらうちにも過激派が来たのかも。バカ。とにかく逃げろ。そっちは裏山だぞ。地震の時は竹やぶがいいって言うだろ。なんだあれ。見たな小僧ども。このままじゃ学校ごと吹っ飛ばされる。何なの？何が起こったの？あの声は。バカ、近づくな。羽田、山本、中西。くそー。哲郎さん、水木を頼みます。なんだあれ。お前怪人に知り合いだろか。バカ。よくも学校を、俺の友達を。貴様に関わった者は全て死ぬのだ。許さん。
力とはこの程度か。ならばハイパーゾアノイド5人衆の最大パワーを誇るこのダーゼル部の相手にはならんぞ。ハイパーゾアノイド5人衆。さっきはやってくれたなガイバー。お返しをさせてもらうぞ。俺は電気ウナギの数百倍もの発電能力があるんさ。だからイオノクラフト効果で宙に浮くこともできればこんなこともできる。どうだエレゲン様の200万ボルトの電撃の味は。ハイパーゾアノイド5人衆、なんていう強さだ。ガスターの液体爆薬ミサイル、気に入ってもらえたかな。これ以上苦しめるのも不憫。人思いにあの世へ送ってやろう。何をする！バカめ、お前のミサイルを顔面に食らったりしたらコントロールメタルごとこっぱみじんだぞ。こいつの首はこの俺が落とす。貴様はハイパーゾアノイド5人衆が1人、ザンクルス。すごい、ものすごいゾアノイドだ。ねえ兄貴、どういうことなの？どうなってんのよ。説明してよ。落ち着け水木、生きて帰れたら全部話してやる。今言えるのはガイバーがショーが負けたら俺たちもおしまいだってことだけだ。ショー、思ったよりすばしっこいな。まだそんな力が残っていた。だが俺の両手のブレードは高周波数で振動する微細なヒダの集合体。これに触れたが最後、いかなる物質でも立ちどころに寸断される。たとえそれが強食走行でもな。ダメだ、全く歯が立たない。このままでは確実に殺される。なんとか哲郎さんと水木だけでも脱出させないと。とどめだガイバー、その首もらった。こいつのソードも高周波。くそ！何者！ガイバー3、なんだと？第3のガイバーか。貴様、よくもザンクルスを前段発射！危ない！くそ！ガイバー1、立て！立つんだ、ガイバー1！ガイバー3の声が聞こえる。そうだ、我々ガイバーは背中の有色組織によって意思を疎通することができる。有色組織で意志を。いいか、まず目の前のガスターを倒せ。奴の体にはミサイル用の液体爆薬が詰まっている。それを逆用するんだ。よし。貴様まだ。奴め、俺を狙っている。な
なぜ俺の居場所を。あの2つの液体を引火させれば、しかし迂闊には近づけない。腹部の金属球は重力制御装置。意識を集中しろ。ガイバー3。液体爆薬はガスター。おのれ、こうなれば。待て。行総司令。予想外の事態が起こった。ひとまず撤退するのだ。しかし総司令。命令だ。直ちに撤退せよ。はっ。覚えていろよ、黒いガイバー。ガスター・ザンクルスの仇は必ず取る。ついに現れた最後のガイバー。第三のガイバーか。どうやらユニットは全て解放されてしまったようだな。ショー、しっかりしろ、ショー。水木、手伝ってくれ。水木。この実験体エンザイムの体内酵素はガイバーの外皮核の成分と結びついて自壊作用を促すものです。ただこれは大気に触れると化学反応を起こし効力を失ってしまいますので溶解液として使用することはできません。そこで牙と爪、そして尾の先に分泌線を設けました。これでガイバーの体に直接触れれば強色装甲を溶解することができます。調整にはあとどのくらいかかる？明朝までにはなんとか。ですがよろしいのですか？このように短期間で調整したのでは。構わん。どのみちこの男は極刑に処される予定だったのだ。どのような形でもガイバーに一矢報いれば本望というところだろう。総司令、ガイバー打倒ならば何もこんな薄汚い実験体を使わずとも我らが。エンザイムは人工的に生み出されたガイバーの天敵だ。確実に奴を倒せる。ガイバー3まで現れ我々に牙を向いた現在、お前の希望を聞き入れてやる余裕はない。しかし、まあお待ちください、ゼクトール殿。これ一体で2人のガイバーをどうにかできるとは総司令もお考えになってはおりますまい。せいぜい片方を分解してしまえばこいつの役目は終わりでしょう。所詮は試作品。あなたほどの方が生きり立つ相手ではありません。その通りだ。こいつでガイバー1を倒す。奴の仲間を人質としてな。その際にもしガイバー3が現れたら存分にガスター・ザンクルスの敵を取るがいい。は、そういうことならば。アギト、明朝深町署を誘い出せ。人質の人選は任せる。承知しました。末恐ろしいやつよ。かつての養父をこいつ呼ばわりとはな。あなたは常にこの世界では力が正義だと教えてきた。今その言葉をそっくりお返ししましょう。その醜い姿があなたの力の限界だったのですよ、お
父さん。翔。何です？いやさすがというか驚くべき回復力だな。昨日あんなに深手を負ったのに。どうしたんだ？入れよ。いえ、ちょっと様子を見に来ただけですから。翔、水木のことなら気にするな。あの後本当のことを話したんだが、結構冷静に受け止めていたみたいだぞ。でも俺がそばにいると何が起こるかわからないし、それに友達のこともちょっと気になるんで、じゃあまた連絡します。おい、翔！翔！畜生、なんで思ったのと逆のことばかり言っちまうんだ。いやしかし今回の高校炎上事件、近代建築物の構造的欠陥を露呈させる結果となりましたね。ええ、それではこれが映像です。放課後で生徒がほとんどいなかったのが不幸中の幸いでした。嘘よ、嘘だわ。そんな信じられない。俺の話に何一つ嘘はない。俺たちのこの世界に奴らは、クロノスは確実に存在しているんだ。あの騒ぎもきっと明日になれば何かの事故か犯罪者の仕業ってことになっているだろう。そんなの嘘よ。おい水木。はい。水木、逃げろ！ああ、そうだよ、そうそう。あ、お前も来いよ、翔。学校も閉鎖になっちまったことだしよ。あ？怪物？なんだそれ。なんだって、お前覚えてないのか？学校で。何言ってんだよ。俺はこのところずっと自宅療養中よ。あ、おい翔。なんだあいつ。どうした？わかんねえ、私あの日の放課後はすぐ帰ったわよ。デパートに買い物に行ったの。そんなはずないよ。だってその時買ったものあるもん。まさかみんなクロノスに洗脳されてしまったんじゃ。はい、深町です。ああ、深町君、牧島だ。牧島さん。今度の火災で今我が校は無期限休校中だが、そろそろ開校のめどが立ってきたんでね。今後生徒会としても一致団結して学校復旧に臨みたいんだよ。12時に231号室ですね。わかりました。牧島さん、実はお聞きしたいことが。後で会った時に聞こう。じゃあ。やっぱり水木は来なかったか。まあ、主だったところは以上だ。不慮の災害で全校生徒は動揺している。大変だろうがみんな頑張ってくれ。じゃあ解散しよう。お先に失礼します。失礼します。深町君。私に何か聞きたいことがあるんじゃなかったかね。ええ、牧島さん、あの火事の起こった時どこにいらしたんですか？もちろん
学校にいたよ。その時何か見ませんでしたか？見たとも。君とハイパーゾアノイドの格闘の一部始終を。牧島さん、君の友達が何も覚えていないのは当然だ。彼らは皆特殊な薬物と催眠療法で記憶処理を施されているんだからね。牧島さん、あなたは一体？クロノス。牧島さんがクロノス？君はクロノスを社会の闇に潜む一組織だとでも思っていたんだろう。違うな。政治的社会的に重要なポスト、有望な人材などには全てクロノスの息がかかっているのだ。たとえ今回のような事件が起こっても、事件に関わる警察、マスコミなどの要職についているのがほとんどクロノスの人間なのだから、もみ消しなど造作もないことだ。いわばこの社会全てがクロノスのテリトリーなのだよ。いい加減に気がつきたまえ、深町将。言ってみれば君は鋼鉄の大都会に迷い込んだ哀れなライオンみたいなものだ。確かに人間より強い牙も爪もある。だがそれだけの話だ。周囲の環境に順応できない動物を待っているのは死だけだぞ。牧島さん、俺はたった一人でも戦うとでも言うのかね。勝ち目のない相手と。勝てないかもしれない。だが少なくともクロノスの言いなりにはならない。俺の友達にも手出しはさせないぞ。無理だな。すでに瀬川兄弟は我らが手中にある。なんだ哲郎さんと水木をどこだ？二人をどこへやった？成沢山中腹の爆発跡。3時までに行かなければ君の代わりに2人が処刑されることになる。離れるべきじゃなかった。どんなに嫌われても、どんなに恐れられてもそばにいるべきだったんだ。俺がこの世で本当に信じられるのは哲郎さんと水木だけだったのに。くそー。どうしたの？1ヶ月前、ここで何かが爆発して、あのユニットと呼ばれる物体が俺たちの前に降ってきたんだ。思えばそれがお前たちのケチのつき始めってわけよ。まあ脱走者に虎の子のユニット持ち逃げされた日本支部のケチのつき始めでもあったがな。エレゲン、おしゃべりが過ぎるぞ。おっと、ご機嫌斜めだな。来たぞ。翔、哲郎さん、水木。よく来たな、ガイバーワン。翔、気をつけろ。こいつら何か企んでるぞ。お兄ちゃん、やめろ貴様ら。おっと、残念ながらお前の相手は俺たちじゃない。この男だ。誰だ？クロノス日本支部長。もっとも3日前までの話だが。支部長？それが君の大活躍のおかげで責任を取らされてね。今じゃこの通り対ガイバー分解コースを持つ実験用試作ゾアノイドに調整されてしまったんだよ。
哲郎さん。若祖父、貴様のおかげで私は地位も名誉も失ったんだ。刃！養殖倉庫が引き裂かれた。これでメガスマッシャーは使い物になるまい。死んでもらうぞ若造。極めて短期間で調整された私の体はこのままでは1週間ともたん。たとえ貴様を捕らえて帰り再調整を受けたとしても一生この体のままなんだ。支部長まで上り詰めたこの私が貴様だけは生かしておかん。ガイバー！奴はガイバーを殺すことしか頭にないようだな。それでいいのだ。義をそうしれ。最初からそうなると踏んでいた。胸の傷が治りかけている。メガスマッシャーさえ使えれば早く治ってくれ。そうなれ。一種の重力兵器、プレッシャーカノンか。あのような能力もあるとはな。やはり俺たちがやるしかなさそうだ。なんて執念だ。顔半分吹っ飛ばされてるくせによ。ガイバー3はどうした？なぜ出てこない？このままガイバー1を見捨てるつもりなのか？どうして答えてくれないんだ。背中の有色組織で俺の意志は伝わっているはずなのに。答えてくれガイバー3。今こそあなたの助けが必要なんだ。とどめだ。思い知ったか若造。今だエンザイム。奴のコントロールメタルをえぐり出してしまえ。今コントロールメタルを失ったらショーは強食組織に食われてしまう。やめろ！やめてくれ！
そんな。水木。よし、引き上げるぞ。ガイバーがまだ。冤罪、お前の役目はここまでだ。はじけろ。エンザイムの体液が出てガイバー1が溶けていく。ついにガイバー3は現れなかったな。行くぞ。ショーショー。これか。一度機能しているところを見たかったな。ともあれこれでコントロールメタルの秘密が解明されればガイバー3とて恐るるに足らん。明日から早速分析にかかれ。は話せ話せ。貴様らか貴様らかショー。人殺しめ。ショー返せ。あの試作ゾアノイドはひどく君らを恨んでいたのでね。君の友人に関しては我々も残念なことをしたと思っているよ。なあアギト。マキシマ、お前がなんでここに。紹介しよう。マキシマ・アギト、クロノスの若きエリートだ。そんな。アギト、彼らの処分はどうする？瀬川哲郎からはガイバーに関する情報がかなり聞き出せると思います。妹の方は？彼女はあくまで人質。ガイバー1を倒した今、全く利用価値はありません。マキシマさん。嘘よ、こんなの嘘よ。こんなの嘘よ。これでお膳立ては整った。ショーン、許してくれ。お前の死に俺は何一つ報いてやれない。奴らクロノスは。なんだって。今なんて言った？ゾアノイドこそ人類のあるべき姿だと言ったのだよ。あれがか。あのおぞましい姿が理想の人類だというのか。さよう。彼らこそ選ばれし新時代の戦士たちなのだ。ここではあと少しで量産体制が整うところまで実験が進んでいる。そして本部ではここで得られたデータをもとにさらに強力なゾアノイドを開発中だ。やがて十分な数に達した彼らは密かに世界各国に送り込まれる。そして各国の中枢に潜入し、ある日一斉に行動を起こすのだ。考えてもみたまえ。司令系統の中枢部に突然不死身の怪物が出現するのだ。
あらゆる国の軍事行政機関が一日足らずで我々の手に落ちる。この地球は我がクロノスのものになる。いわばゾアノイドは来たるべき黄金の時代を築き上げる英雄なのだ。人類の未来の担い手なのだよ。何が英雄だ、何が未来だ。そんなことが許されると思っているのか。許すも許さぬも、人類はもともとゾアノイドの実験素材として開発された種なのだよ。人類もこの地球という惑星も本来あるべき姿へと進化するのだ。我らクロノスの手によってな。奴らは俺たちの想像をはるかに上回る巨大な悪だったんだ。もう俺なんかの力じゃどうしようもないんだ。すまない。おい見ろ、コントロールメタルが。なんだって？光ってる。見ろ、何かにじみ出てきた。これは司令室に連絡だ、早く。あれはガイバーの大組織だ。もしやコントロールメタルに付着していた組織の一部が増殖して復元を。しかしそんなことが。おい、どうし。ここはもういい。向こうへ行って休め。はっ。牧島さん。貴様、何しに来やがった。落ち着け瀬川、俺の話を聞け。クロノスの手先の話なんか聞く耳持たん。俺の真意はクロノス打倒にある。そのため今までクロノス内部に入り込み気を伺っていたんだ。なんだって。今その証拠を見せてやる。下がってろ。直走。ガイバー3。さあ、二人とも来るんだ。どうしたゼクトール。自分の手でガイバーを撃てなかったのがそんなに残念か。いえ、そんなことはただ考えていたのです。なぜあの時ガイバー3は姿を現さなかったのか。奴は何か目論んでいるのでは。なんだ。保管室のモニターカメラが作動しません。係員の音もありません。何？お、ガイバー。早く各撃シャッターを下ろせ。応戦するぞ、急げ。何事だ。ガイバーです。保管室のある第7ブロックにガイバーが出現しました。さてはガイバー3か。そうしれ、行きます。こちらゾアノイド調整セクション、ガイバーが。何？ガイバーが調整時のエンザイムタイプを。どういうことだ、まさか。これで全部か。万が一こいつらに生き残られでもしたら厄介だからな。さあ行くぞ。どうするんだ。君らを逃がしガイバー1と合流してこのビルを破壊する。ガイバー1、ショーは生きてるのか。
信じられん。本当に生き返ってやる。もう一度あの世に送ってやるわ。バカな。ダゼルムが貴様、よくもダゼルムを。くそ、俺、うわこっちだ、急いで。貴様だけは逃がさん。ゾアノイドは全てガイバー1の方へ向かったと思っていたが、仲間の敵撃たせてもらうぞ。最強のハイパーゾアノイドゼクトールがな。酒プレッシャーカノンの直撃を受けても平気なのか。この程度の力で俺を傷つけられるとでも思っているのか。どうしたガイバー3、お前の力はこんなものか。おのれ、お遊びはここまでだ。よかろう、望むところだ。ショー、今だ。逃したか。ショー、よせ。今の深町に意識はない。コントロールメタルが過剰防衛行動に出ているんだ。ガイバー1、目を覚ませ。目を覚ませ、ガイバー1。目を覚ますんだ、深町。ガイバー3、水木哲郎さん、俺は一体これは。やはり無意識状態で戦っていたのか。そういや、初めて戦った時もそうだったな。僕がこれを。おのれ、ゾアノイドを総動員せよ。いかなる犠牲を払っても奴らを仕留めるのだ。話は後だ。お出ましたぞ。
くぞガイバーワン。よし、水木、哲郎さん、俺から離れずについてくるんだ。ダメです。波のゾアノイドでは歯が立ちません。貴様ら、あんたに聞きたいことがある。地球人類は生体兵器の素材として作られたと言ったな。一体誰にだ。よかろう、教えてやろう。降臨者、我々はそう呼んでいる。今から数千万年前、この地球に降り立った外宇宙の知的生命体だ。彼らがどんな生物だったかは知らん。ただ一つ分かっているのは、数千万年にわたってこの地球上の生命を操作し、彼らが必要とする生物を作り出そうとしていたことだ。すなわち兵器としての生物をだ。高い知能と旺盛な闘争本能、優れた順応力と戦闘力を持つ強靭な肉体、それらを満たすべく長い試行錯誤の末開発されたのが我々人類なのだ。ゾアノイドをはじめとするさまざまな生体兵器のベースとしてな。だがある日突然、何らかの理由によって彼らはこの地球を放棄した。我々はそのノウハウを彼らの残した遺跡から得たのだ。いわば我がクロノスの手で人類はあるべき姿に完成するのだ。そして秘密結社クロノスはその名のごとく神としてこの世を支配するというわけか。貴様、何事だ。ビルのあちこちに爆発物が仕掛けられています。貴様の仕業か。もうすぐこのビルは崩壊する。クロノス日本支部は壊滅するのだ。ガイバーワン、今だ。二人を安全な場所へ。分かった。あなたは。俺はまだこいつに用がある。エレゲン、しっかりしろ。不覚を取ったぜ。すまねえ。気にするな、俺もこのざまだ。ゼクトーリオ、あんたとも長い付き合いだ。最後に俺の頼みを聞いちゃくれないか。なんだ、言ってみろ。俺の命をもらってくれ。俺はどの道もう助からん。ならば俺に残された全エネルギーをあんたに。最終形態になれというのか。頼む、仲間たちの敵を。よかろう、お前の命もらい受けるぞ。うん。この警戒厳重なクロノス日本支部に爆発物を仕掛けるとはなぜだ。なぜ貴様はいつも我々の先手を打てるのだ。まさか組織の反乱分子か。どうかな。貴様一体何者だ。ゼウスとでも名乗っておこうか。ゼウスだと。リヒャルト・ギオ、あんたの時代は終わりだ。これまで死んでもらうぞ。邪魔が入ったか。ゼクトール、その姿は。俺は最終形態への脱皮を完了した。ご異母、貴様らを倒すためにな。バカな。段階的調整を受けずにそんなことをしたらお前の命が。そう知れ、この場はお任せを。たとえこの身は燃え尽きようともガイバーだけは必ず。ゼクトール、行くぞガイバー3。スマッシャーを弾くとは。いか
かに地上最強の竜将といえども、俺の命の炎は消せんぞ。死ね海馬3。ガイバー3が危ない。二人ともここにいるんだ。俺はガイバー3を助けに行く。待て、ショー。お前ガイバー3が牧島アギトだってことを知ってるのか？牧島さんが。牧島さん、あなたは一体。クロノス。奴はクロノスの幹部候補生だ。味方のふりをしていても腹の中では何を考えているのかわからん。確かにそうかもしれない。だがここで奴らクロノスを倒さない限り、もう二度と俺たちに平和な暮らしは戻ってこない。これはもう俺自身の戦いなんだ。ショー。ダンクル、ガスト、ダーゼルブ、エルゲン。俺もすぐに行くぞ、こいつを連れての。気をつけろ。奴の体はビームエネルギーの塊だ。ガイバー1、奴のパワーを打ち破るにはそれ以上のパワーをぶつける以外にない。俺たちの力を一つにして。よし。今こそ命をかけて愛せる人々を守るため。今だ。ガイバー胸にタイヤを、ガイバー肺に降臨、強食走行。ガイバショー。ショー。無事だったのか。よかった。牧島は大丈夫、生きてますよ。あのぐらいじゃ死にませんよ、ガイバーはね。水木。ショー。ごめんね、ショー。水木。こんなに戦ってこんなに傷ついて、それなのに私ごめんなさい。水木。
の自分を知らずだから歩いて行けると知らない戦う意味も語らずに好み残して砕けるそっぽそれでも俺を待つ人の声にしるべが見えるから異形の天使か震える鬼か影が生贄求めても俺は逆らう風になる小さな自分連れたまま俺も一つの道になる太古の昔、神々はこの地球に降臨した。そして今、彼らの遺産が我々人類にもたらすものは海馬掘り起こされた悪夢がささやく神が忘れたプログラム生ける狂気地表に満ち平和の日々踏みにじるお君よ明日への道は切り開け自分の腕で儚く炎の向こうで君を待ってる人がいるのなら海馬鬼人の袋に海馬たぎる魂強食倉庫こちら B 班 A 班どうぞ。予定通り瀬川兄弟の拉致作戦を開始する。どうした A 班。おいどうしたんだ。応答しろ A 班。ダメだ。何やってやがるんだこの大事な時に。このままでは動きが取れんぞ。いや作戦は変えられない。いかなる時でも命令は遂行する。これが我々の使命だ。時間だ。何？誰だ？水木たちには指一本触れさせない。ガイバーワン、この作戦は極秘のはず。我々の作戦すべてがガイバーに先を越されてしまう。なぜだ。とにかく司令部に報告せねば。ガイバー3。牧島さん、
あなたの情報のおかげで今日もまた哲郎さんと水木を守ることができた。でもいつになったらこんな危険な状態から2人を解放することができるんですか？戦うのだ。今はただ戦うしかない。我々が壊滅させた日本支部は日本におけるクロノスの拠点の一つに過ぎない。俺が組織の全容を探り出すまで今しばらく待て。牧島さん。あれが問題のユニットの職総隊か。あの二人をマークしていれば必ず。戦うのだ。今はただ戦うしかない。牧島さん、いやガイバー3、一つだけ教えてほしい。あなたの目的は一体？クロノスを叩き潰すこと。ショーいるのか？ショー入るぞ。父さん。どうしたんだ、電気もつけんで。おかえり父さん。ショー、ちょっとうとうとしてたんだ。試験勉強もいいが少し顔色が悪いぞ。あまり無理すんなよ。大丈夫だよ。なんてったって親一人子一人だ。どうだショー、試験が終われば夏休みだ。一丁行くか。父さん。父さん、ごめん。本当は試験どころじゃないんだ。クロノスはいつ哲郎さんや水木を襲うかわからないから。お待たせしました。牧島アギト。その声はクロノス幹部候補最終テスト以来じゃの。ドクター・バルカス。ギュオと並ぶ最高幹部の一人にしてクロノス最高の科学者。なぜこいつが？こたびの日本支部の失態には失望したぞ。はあ、申し訳ございません。まあよい、これからはこのバルカスが指揮を執る。この男を知っておるであろう。深町文雄、ガイバー1深町翔の父親ですな。さよう、この男を利用せぬ手はなかろう。どうじゃな、アギト。即刻拉致すべきかと存じます。人質としては瀬川兄弟以上に利用価値があるかと。手立ては任せる。見事果たしてみせる。は、承知いたしました。アギトよ、お手並み拝見じゃ。まずいことになった。だが私とてここで大切な手駒を失うわけにはいかん。深町もクロノスも俺にとっては足がかりに過ぎん。この俺の野望のためのな。ショーのやつ遅いな。まったく何やってんのかしら。深町。ショー。先生、どうしたんですか？それが深町のお父さんの会社が爆発で炎上したって言うんだ。それでショーの親父さんは？生存者はいないらしい。そんな何かの間違いを。
生存者は一人も見当たりません。捜索を続けろ。お父さんは見つからなかったそうだね。牧島さん、なぜ知らせてくれなかったんだ。父さんが狙われていたなんて聞いてない。俺も知らなかったんだ。多分極秘の作戦だったんだろう。なぜ父さんを。翔、翔、少し休んだらどうだ。遺体も残らないなんてクロノスめ。俺が悪いんだ。父さんはクロノスのことなんか何も知らないから安全だと思い込んでいた俺が悪いんだ。俺さえもっと気を配っていればこんなことにはならなかったんだ。翔、それは俺さえいなければ、俺さえあんなユニットなんか拾わなければ父さんはこんなことにはならなかったんだ。落ち着いて翔、自分を責めないで。水木たちだってそうだ。俺さえいなければ危険な目に遭うこともないんだ。翔、水木たちが狙われているのもただクロノスのことを知っているからじゃない。奴らにとっちゃそんな記憶を消すことぐらいどうってことないはずだ。俺さえいなければ殺されることはないんだ。父さんだって俺のために殺されたんだ。俺がガイバーになってしまったから。翔に何も言ってやれなかった。兄貴、この俺だって自分の不注意で高坂先輩を死なせてしまった。翔に何が言えるというんだ。クロノス。以上が日本支部で正式採用されたゾアノイドのすべてです。あとは試作された実験体ですが、ご覧になりますか？実験体か。見せてもらおう。かしこまりました。ただいまリストをお出しします。よくもまあこれだけの出来損ないを作ったものよ。今のをもう一度見せてくれ。ドクター・バルカス、外部より緊急連絡が入っております。このままお話しください。ドクター・バルカス、ご計画通り瀬川兄弟を拉致いたしました。ご苦労。直ちに帰還いたします。アギトよ、これで手駒は全て揃ったというわけだ。はあ、なんと抜け目のない男だ。おお、面白い思考を思いついたぞい。例の人質の使い道をな。はい、深町。瀬川兄弟は預かった。返して欲しければ河川敷公園まで来い。どうあがこうと我々の手から逃れられんのだ。やはり俺は戦うしかないんだ。俺に残された道は戦いしかないんだ。哲郎さんと水木だけは命に代えても俺が守ってみせる。よく来たな。水木。おっと、水木。動くな。哲郎さんはどうしたんだ？心配するな。車の中でおねんねしている。
さあ俺たちの言う通りにしてもらうぞ。この娘を死なしたくなければな。待て、俺はどうなってもいい。哲郎さんと水木には手を出すな。よし、いい心がけだ。そのままこっちに歩いてこい。そのまま後ろを向け。水木、どうだ、もはやお前はガイバーになることもできまい。ガイバーは実体化するとき、植草者の周りにバリアを発生して障害物を弾き飛ばしてしまうからな。その娘は貴様の植草を抑える切り札というわけだ。もっともその娘がバラバラになっても構わんのなら別だがな。さあおとなしく我々と来てもらおう。さあ早く来るんだ。待てブロイズ、その前にちょっと遊ばせてもらうぜ。やめろラモチス。殺しやしねえよ。何者だ。深町君、大丈夫か。どうして俺の名前を。貴様一体ラモチスがそんなもので。おっと動くなよ。今自由にしてやる。あなたは一体。話は後だ。動かないで。思い知れ。なんだあの光は。貴様、妹に何をする。よく見ろ、あれが君の妹か。そいつは水木じゃない。うわ、ガイバそう。おのれ。大丈夫ですか、哲郎さん。あの糸目、哲郎さんには手を出させん。どうだ、命乞いでもするか。ち、可愛げのないやつだ。ならばしねえ。くそ、こんなに大勢のツアーノイドを相手にしていては。
ショー、あの人を助けなければ。チョコマカト、止まれ。よし、それでいい。お前に聞きたいことがある。伏せてください。余計なことを。大丈夫ですか？ありがとう。助かったよ。僕こそあなたのおかげで助かりました。しかし本物の水木はどこに？失敗したか。ドクター、お申し付けのタイプ調整可能です。いよいよ例の手を使うまでだ。君は水木ちゃんじゃないか。おじさん。水木ちゃん、なぜ君はこんなところへ。よかった、生きてらしたんですね。おじさん、ショーがどんなに喜ぶか。フリールポライター村上正樹。そのルポライターのあなたがどうしてこんなことを？ある事件がきっかけでクロノスの存在を知ったんだ。以来ずっと奴らを追いかけてる。よく今までご無事でしたね。どうだ深町君、私と一緒に戦わないか？なんですって？父さんが生きているって言うんですか？ああ、もちろん瀬川君、君の妹さんも無事だろう。どこにいるんですか？ショーの親父さんと水木は。おそらくは水上山遺跡基地。水上山遺跡基地。おじさん。そうか、ショーの身にそんなことが。でもまだなんだか悪い夢を見ているようだ。私も信じたくない。こんな。そうよ、悪い夢なんだわ。水木ちゃん、許してくれ。おじさん。君や哲郎君には本当に申し訳ないことをしたね。どうかショーを許してくれ。ごめんなさい。おじさんの方がずっと辛いはずなのに、私ったら。水木ちゃん、ショーは今まで必死で私たちを守ってくれたんです。今度だってきっと助けに来てくれます。深町文雄、出ろ。おじさん。水木ちゃん、心配はいらんよ。おじさん、きっとショーが。早く来い。おじさん。ドクター・バルカス、ただいまガイバー1他2名 F 地点通過しました。まもなく完全掌握地域に入る模様です。私が参ります。
日本支部が崩壊した今、ガイバーを最もよく知っているのはこの私です。私に迎撃隊の指揮をお任せくだされば。それには及ばぬ。お前はわしの命あるまでここに待機しておればよい。ドクター、エンザイム2調整の準備整いました。日本支部の壊滅に伴うエンザイムのデータ損失が甚だしかったため、一時は再現不可能かと思いましたわ。これではほとんどわしのオリジナルになってしまうの。エンザイムを、あのガイバーの天敵をもう一度作るというのか。ドクター・バルカス、お申し付け通りロストナンバーズコマンドの3名出動いたしました。ドクター・バルカス、ロストナンバーズを。出来損ないも使い方次第ということじゃ。出来損ないとおっしゃいますが、中には予想もしなかった超能力を持つに至ったものも存在します。失敗作とはいえ、あながちバカにはできませんわ。しかしガイバー相手にロストナンバーズとは。わしとて奴らがハイパーゾアノイド5人衆さえ葬ったガイバーを倒せるなどとは考えておらん。奴らはほんのしばらくガイバーの足止めをしてくれさえすればよい。ほんのしばらくな。ロストナンバーズ、調整過程で生殖機能を損なった一代限りの変異体。一体どんな奴らが。水上山にはいろいろと言い伝えがあって、その一つにこの山のどこかに天の岩戸が存在するというのがある。古代の人工造山だという説もある。世界最大の未完成ピラミッドだと主張する学者もいる。竹城群発地震を知ってるか。昭和40年代水上山近辺で続発した一連の地震をそう呼ぶんだ。観測所の調査によれば、その震央は水上山にある。おそらくクロノスはこの時水上山の地下に眠る遺跡の存在に気づいたに違いない。そしてそれが遺跡どころか今でも立派に機能していることに。たった今ターゲット車がいい地点を通過した。村上さん、そもそも遺跡ってどういうものなんですか？クロノスが降臨者と呼んでいる地球外生命体、彼らが使っていた生態兵器研究施設だとされている。特にこの遺跡はこれまでに世界各地で発見されたどの遺跡よりも完全な形で残ってたらしい。それをあらゆる角度から分析研究する目的で作られたのが水上山遺跡基地というわけだ。そして問題の強食走行ユニットはその遺跡の中から発見された。全ては水上山の遺跡から始まったということか。残念ながら君たちが壊滅させた日本支部は組織クロノスの末端に過ぎない。日本における奴らの本拠はこの水上山遺跡基地だったわけだ。なんてことだ。やっとの思いで日本支部を壊滅させ、総司令ギオを倒したってのに。ギオはあれくらいで死ぬ男じゃない。奴が、あのリハルト・ギオはそう簡単に死ぬはずがない。あれが俺たちの獲物か。
初めての実戦だ。腕が鳴るぜ。日の目を見ることがなかった俺たちには絶好のチャンスだ。出来損ないと呼ばれ続けた俺たちの真の実力を見せてやる。まずは第一段階終了。ここからがわしの腕の見せどころじゃ。あれが水上山だ。遺跡基地はあの中だ。あの山のどこかに水木と翔の親父さんがいる。必ずこの手で助け出してみせる。水木も父さんも。そして二度とこんなことができないようにクロノスを叩き潰してやる。ダイムどうしたというんだ。来るぞ深町君、奴らだ。二人はひとまず車に戻って。ここは僕が。よし、わかった。あとは頼んだぞ。カイバー！車が！こっちです。村上さん、私についてきてください。出てこいクロノス。さすがだなガイバー。だが俺たちに勝てるかな。俺たち3人にだ。3人。ダイム液化して大地と融合し味方に有利なバトルフィールドを作り出す。それがダイムの能力だ。こんなゾアノイドが。サムルム、お次は俺様だ。早くこの場所から離れなければ。しまった。それはただの粘着液ではない。各生体組織とも融合同化し相手の自由を奪う生体誘爆粘体なのだ。さあ早く。村上さん、翔くんが心配だ。俺に構わず行ってくれ。でもここは危険だ。早く行け。待ってください。これを。私たちの隠れ家の地図です。振りほどこうとしても無駄だ。今貴様の体を縛っているのは粘体と同化した強食装甲そのものなのだからな。観念しろガイバー1。貴様は我々には絶対に勝てん。なぜなら俺は
多くのツアノイドを倒してきた貴様も奴らを葬ったガイバーの武器で最後を迎えるのだ。俺はバカな、無理に剥がそうとすれば表皮も肉も引きちぎれてしまうぞ。ガイバー同士が戦っている。往生際の悪い。死ね俺は負けるわけにはいかないんだ。コントロールメタルがない。貴様ガイバーじゃないな。ようやく気がついたか。だがもう遅い。やはりさっきの地面は動くなガイバー。少しでも動いてみろ。ダイムはこの男を骨も残さず分解してしまうぞ。ダイム、こいつもゾアノイドなのか。手こずらせやがって。だがこれで終わりだ。常で貴様のコントロールメタルをえぐり出してやる。離せダイム、我々を解放しろ。これはこの思念波は。ショベルム、おのれダイム、その男バカな、なぜ離した。ダイム、二人を取り押さえろ。ダイム、それまでじゃ。ドクター・バルカス。引けアプトン、命令じゃ。
しかし覚えていろよ、ガイバーマン。貴様はこの俺が必ず。危なかったな、翔くん。翔くん。翔！ここだ、助けてくれ。父さん。父さん！父さん！翔！父さん！待て！お目覚めですか？あなたは？しずと申します。お加減いかがですか？おお、気づかれましたか。しず、皆さんお呼びしなさい。はい、おじい様。ここは一体。ご安心くだされ。ここはアギト様がご用意された別荘というよりは隠れ家ですな。牧島さんが？今は孫のしずと二人で別荘番をさせていただいております。翔！哲郎さん、村上さん。心配したぞ、翔。お前昨日倒れてから丸一日意識がなかったんだからな。丸一日？俺そんなに長い間眠っていたんですか？どこへ来た、翔？ぐずぐずしちゃいられない。こうしてる間にも父さんや水木は。落ち着け、翔。俺だって辛いんだ。しかし今何の計画もなしに乗り込んでいったら、それこそ奴らの思うツボだ。でも哲郎君の言う通りだ。迂闊に攻めれば必ずお父さんたちを盾に取られて君自身が危うくなる。そうならないためにももっと敵陣の状況を知らなければ。もうすぐここにアギト坊ちゃまが帰っておいでになります。それまでお待ちになった方がよろしいかと。きっと坊ちゃまが何とかしてくださいますとも。哲郎さん、ごめん。やっぱり父さんと水木を助けに行くよ。基地を目の前にして待つなんて俺にはできない。ガイバー！つけてくるやつがいる。牧島さん、クロノスを倒すにはどうしても君の力が必要だ。ここでムザムザ死なせるわけにはいかない。牧島さん。さあ行こう、水上山へ。父さん、水木。おじさん、おじさん、大丈夫ですか？おお、水木ちゃんか。ありがとう。なんだかひどく疲れた。悪いが休ませてもらうよ。翔！翔！翔がいない。どうしたんだ、哲郎君。翔がどこにもいないんです。なんだって？あいつ、俺がうとうとした隙に窓から出たらしいんです。おじい様。アギト様がこんなもの。何、坊ちゃまが？深町と共に水上山へ行く。心配無用、アミート。なんだって？
牧島と水上山へ。冗談じゃない。将の体はまだ回復しきってないんだ。それに待てと言ったのは牧島じゃなかったのか。それがなぜ将を連れ出すような真似をするんだ。それは将軍の固い決意が牧島君の心を動かしたんだろう。彼のお父さんと君の妹さんに対する思いがね。こうなった以上牧島君が一緒なのがせめてもの救いだ。二人を信じて待つしかあるまい。将。おじさんが死んだように眠り始めてからもうかれこれ丸1日になるわ。おお、水木ちゃん、ここは。そうか、私は奴らに連れて行かれて、またここへ戻ってきたんだね。おじさん、ひどく疲れていたようですけど、一体何があったんですか？それがあの後確か。ダメだ、思い出せない。頭が割れるようだ。おじさん、しっかり。お、どうした？交代までまだ時間があるぞ。何かあったのか？大丈夫よ、おじさん。体の疲れさえ取れればきっと何もかも良くなるわ。ありがとう。父さん、水木、助けに来たよ。翔じゃないか。もう大丈夫。これからは俺が守る。父さん、待たせたね。翔。いかん、奴らが来るぞ。急ごう。牧島さん。さあ、早く。戦闘準備。申し上げます。何者か基地内に潜入した模様です。ほう、この基地に潜入した。よろしい。とりあえずアギトに任せておくがよい。ドクター、牧島アギトは今基地内にはおりませんが。なんじゃと？昨夜ガイバーの追跡隊と合流するといい基地を出て行ったままです。アギトめ、幹部候補生にとってこのようなスタンドプレーがどれほど致命的であるか100も承知のはず。ドクター・バルカス、侵入者によって人質が奪われました。おお、人質をか。申し訳ありません。警戒態勢を強化したにもかかわらずこのような事態に。目下全力を挙げて侵入者の追跡を。放っておけ。はあ、騒ぎ立てるな。侵入者はガイバーどもと見て間違いあるまい。ガイバー。よいか。奴らが人質を基地の外へ連れ出すまでは余計な手出しはするな。はい、かしこまりました。化け物を着込んだひよっこどもめ、今日こそわしの手で引導を渡してくれるわ。
父さん大丈夫？深町来るぞ。いたぞ。来たか。深町、ここは二人で一気に突破する。はい。水木、少し離れて僕たち二人についておいで。分かったわ。行くぞ深町。直走。ガイバメガスマッシャーだ。スマッシャーでここの天井を破るぞ。大丈夫かい父さん？大丈夫だ。作戦通りだ。作戦？それはどういう意味だ？ガイバーめ無事に脱出したようじゃの。水木、大丈夫か？山荘でみんな待ってるからな。頑張れ。ええ、私なら平気。それよりおじさんは？少し頭が痛いが平気だ。もうちょっとだよ父さん。水木、ちょっとつまずいちゃったの。ごめん。どうした水木？父さん。なんだ、どうなってるんだこれは。ゾアノイド。やはり父さんの偽物。ショー、助けてくれ。ショー。あれは、あの目は父さん。間違いない、父さんだ。目覚めよ、今こそ目覚めるのじゃ、エンザイム2。父さん。こんなの嫌。父さんがゾアノイドに。ガイバーはもう八つ咲きにせい。どうしたんです、村上さん？ゾアノイドが近くまで来ている。なんだって？万が一の時には出発できるように準備しといてくれ。もし俺が30分以内に戻ってこなかったらここを離れるんだ。いいね。あとを頼む。あ、村上さん。
それにしてもなぜ村上さんはゾアノイドの存在を知ることができたんだろう。今村上様が出て行かれたようですが、どうかされましたか？実は。やめて父さん！ダメだ、完全に誰かにコントロールされてる。これは分解酵素液。思った通りじゃ。奴はエンザイム2に反撃できぬ。ドクター・バルカス、お申し付けの特殊凍結剤ご用意いたしました。あとはコントロールメタルをえぐり出し凍結させてしまえば。このままではやられてしまう。ガイバーの武器は使えない。使えば確実に父さんを殺してしまう。しまった。やれエンザイム2、小僧の頭蓋を粉々に打ち砕いてしまえ。メガ止まれ。それ以上近づくな。君は？あれはショーのお父さんなんです。なんだって？あれが深町文雄なのか？何者じゃ。わしの思念派を邪魔するのはまたしてもこいつか。何者か知らんが、所詮お前ごときにわしのマインドコントロールを封じることなどできんわ。なんという強大な思念派だ。ダメだ。さあエンザイム2よ、ガイバーの頭蓋を砕いてしまえ。父さん！水木君、しっかりするんだ。よくやったエンザイム2、いや深町文雄。父さこれは深町が死んだ。さあせがれの頭からメタルをえぐり出せ。いかん、このままではコントロールメタルがクロノスの手に渡ってしまう。止まれ。ダメだ、俺の思念派じゃ止められない。奴らがコントロールメタルを、ガイバーを手に入れるようなことになれば人類は。何をしておるエンザイム2。何？
材物、さっさとコントロールメタルをえぐり取ってしまえ。ガイバーのコントロールメタルが。バカな。脳髄は損壊したままだというのに。ガイバーが立った。しかしなぜだ。今のガイバーは脳を破壊され意識不明のはず。ショー、哲郎君、村上さん、水木じゃないか。ショーは水木。ねえ教えて、ショーはどうなっちゃったの？ショー、やめて！それはあなたのお父さんなのよ！何？あのゾアノイドがショーの親父さんだというのか？やめろ！やめてくれ！あんたら親子なんだぞ！今の彼らに何を言っても無駄だ。翔くんのお父さんは強力な思念波によってコントロールされている。なんですって？それにガイバーの頭部をよく見るんだ。ガイバーの再生能力は破壊された脳組織さえも復元しつつあるようだ。問題は今の状態では人間の頭脳としての機能は望めない。じゃあガイバーを動かしているのはショー自身の意思じゃないっていうんですか？そういうことになるな。おそらく強食装甲は食草者の意識が失われて一定時間経過しても回復しなかった場合、過剰防衛行動に出るんだろう。そうすることによってコントロールメタルは意識をなくした食草者の生命を守ろうとしているんだ。今の彼に敵味方の区別はない。ガイバー1ではあっても深町翔ではないからだ。己の前に立ちふさがる者をたとえそれが何者であろうと撃破する情け容赦ない戦士でしかないんだ。翔、やめろ！ショー、お前はたった一人の肉親を、あれほど愛した父親を。脳組織の復元は終わったようだ。しばらくすればショーの意識が回復するのだろう。でもその時俺たちはショーになんて説明すればいいんだ。
翔。水木哲郎さん、これはまさかこれは父さんを俺が。違うわ、翔。この手で父さんを。うわ翔！翔！かわいそうな翔。水木は無事助け出すことができたが、翔の親父さんは。俺たちは無事ここから脱出できるのだろうか。人質を失った奴らは躍起になって我々の居場所を突き止めようとしているに違いない。もはや一刻の猶予もない。すぐにここを出なければ。待ってください。翔がまだ。分かっている。だが時間がないんだよ、哲郎君。この水上山近辺には常時3000人からのゾアノイドが待機しているという。しかも今その指揮に当たっているのはクロノス本部からやってきた最高幹部の一人、ドクター・バルカスだ。バルカスは半径10キロ以内の全てのゾアノイドの精神をモニターしコントロールする能力を持っている。今やこの一帯は完全にバルカスの手の内にあると言っていい。奴らがここに気づくのも時間の問題だろう。この村上という男、なぜこれほどまでにクロノスの内情に詳しいのだ。脱出経路をシミュレートしてみた。現在位置はここ。そして水上山はここだ。この水上山を一介のルポライターがクロノスの組織を嗅ぎ回り、今まで無事でいられたというのもおかしな話だ。ルートはごく限られている。そこで結論だが、脱出可能なポイントはここ以外に考えられない竹城町だ。竹城町。この付近で一番の繁華街ですじゃ。嵐は去ったわ。でもアギト坊ちゃま、坊ちゃま、これ以上危険なことはおやめになってください。アギト様、もうあの男は死んだのですぞ。旦那様の会社を倒産に追いやった挙句、金に物を言わせて坊ちゃまを養子にし、旦那様と奥様を死に追いやった牧島源三は。大沼、今の俺の敵はクロノスという組織そのものだ。牧島源三とて奴らに踊らされていたに過ぎん。しかしクロノスでの今の坊ちゃまの立場は。心配はいらん。それよりあのバルカスが我々を見過ごすとも思えん。俺は基地に戻って妨害工作をする。坊ちゃま、お前たちには感謝している。いつも。後のことは頼む。アギト様。ドクター、お申し付け通り竹城町周辺の警戒態勢を解除いたしました。ですがよろしいのですか？
このままではガイバー一味の脱出を許しかねないかと存じます。それでよい。それでよいのじゃ。翔を頼んだぞ。ええ。哲郎君、急ごう。二人を頼みます。すいません、出してください。もうじき竹城町です。なんとか無事に来られたみたいですね。妙だ。ここに来るまで一つの検問もなかった。本当にここを突破できるのでしょうか。大丈夫、きっと坊ちゃまが。ドクター、牧島アギトが戻りました。どうせ。ただいま戻りました。お前には基地内にとどまれと言っておいたはずじゃが。申し訳ありません。ガイバー一味の捜索隊に加わっておりました。おお、捜索隊とな。は、北東部 B17 エリア。妙じゃな。どこの隊からもお前と行動を共にしたという報告が入っておらんがの。ガイバーがああもたやすく基地内に侵入したことといい、何者かの手引きがあるとは思っておったが、お前じゃったとはな。観念せい、ドブネズミが。即走！貴様じゃったのか、第三のガイバーユニットを手にした者は。死んでもらうぞ、ドクター・バルガス。アプトン！貴様の相手はこの俺だ。ロストナンバーズ風情がガイバーを止められるとでも思っているのか。今のところ変わったところは見当たらないが。逃がさんぞガイバー3。ガイバー1たちと合流するつもりだろうが、あの連中も今頃。しまった、竹城町の手薄と見えたのは罠か。おっと、お前には今から俺の力を思い知らせてやる。生まれ変わったこのアプトムの力をな。さあ、我がしもべたちよ、目覚めよ、目覚めるのじゃ。さっちゃんのボール。パスコ、危ない。
大丈夫？怪我はないようです。ご心配をかけました。ゾアノイド。この町はゾアノイドの町だ。村上さん、危ない。中にはまだ水木と翔が。水木！くそ、まだ翔くんが車の中に。水木、見ろ、翔だ。翔は無事だったんだ。翔くん。水木が俺を呼ぶ声がした。ほとんど悲鳴に近い声。それから目の前で炎がはじけて、俺はどうなったんだ。翔！きっと怪獣映画の撮影だぜ。それにしてもすっげえ迫力だな。どうしたんだ、翔？頭が。死ぬ気か、翔くん。なぜあんなところで食草を解くんだ？解いたんじゃない。解いたんじゃない。一人でに溶けてしまったんです。か、このままでは。おじい様、車で助け出しましょう。ガイバー！シュウ。まさかエンザイム2をお父さんを殺してしまったことが心の傷となって食草が。止まれ。村上さん。さあみんな今のうちだ。これ以上こいつらを止めるのは無理だ。何をしている？早く逃げろ！シズさん、早く出すんだ。村上さん、あなたも。俺は大丈夫だ。早く！おじい様。
た。なんとか巻いてきたが、この俺にこれほどのダメージを与えるとは。あのアプトムというやつ。竹城町へ急がねば。振り出しに戻ってしまったな。くそ、牧島は一体どうしたんだ。おっちゃま、アギト様。おっちゃま、牧島。すまん。すべてバルカスに見抜かれていた。奴らが来た。奴らは俺が。メガスマッシャー。牧島、やめろ。あの連中は何の罪もない一般市民なんだ。彼らは操られてるだけなんだぞ。なんてことを。牧島、お前自分が何をしたか分かってるのか。一度ゾアノイドに調整されてしまった人間は二度と元の体には戻れない。彼らを救う方法があるとすれば、一思いにあの世へ送ってやることぐらいだ。ちくしょう、いつまでこんな戦いが続くんだ。一度ゾアノイドに調整されてしまった人間は二度と元の体には戻れない。ダメだ、思い出せない。俺は何か大事なことを忘れてしまっているようだ。誰か教えてくれ。父親を使った例の作戦は
小僧の精神に面白い後遺症を残したようじゃのう。しっかりしなくちゃ。どうして俺は食草できなくなっちまったんだ。どうやら追っては来ないみたいだな。俺は一体。おはよう。見張りお疲れ様。食事の用意できてるわよ。助かった。さっきから腹の虫が鳴いてしょうがなかったんだ。ショー、飯だぞ。降りてこいよ、ショー。早く来ないと食べるものなくなっちゃうよ。うん。さあ早く。おはようございます。ありがとう。いやー、腹減っちゃって。早く来いよ、ショー。見ろよ、うまそうじゃないか。腹が減ってちゃろくなこと考えんぜ。しかし助かったな。当分飯は食えないかと思ってたよ。急いでたのであまり持ち出せなかったんですけど。とんでもない。こんなごちそうが食えるなんて思ってもみなかった。もう兄貴ったらさっきから食べる話ばっかり。そりゃあお前はダイエットになるからいいだろうけどよ。失礼ね。竹城町はもとよりこの辺り一帯の住民はほとんどゾアノイドに調整されている可能性がある。しかも指揮を執っているのはあのドクター・バルカス。村上さん、秘密結社クロノスについては組織の内部にいた俺にすらわからないことが多い。話してくれませんか、あなたの知っていることを。
いいだろう。だが組織クロノスについて語る前に話しておかねばならないことがある。そもそも強食装甲とは何なのか、後輪車とは何なのか、ゾアノイドとは、そして我々人類とは何なのかを。遥かな昔、外宇宙からこの地球に飛来した異星人の一団があった。それが後輪車だ。彼らがどこから来たのか、どんな姿をしていたのか、それらは今もって判然としていない。何種類もの異星種族からなる混成集団だったとも考えられている。彼らはそれから2億5000万年にわたって地球の生態系を操作し、彼らが求める生命体を作り出そうとしていた。高い知能を持ち、強い繁殖力と環境への適応力を備え、そして何よりも好戦的な兵器としての生命体を。そうして幾多の試行錯誤の末、生態兵器の素体となる生物が誕生した。それが我々人類だ。それじゃ何？私たちは戦争のために宇宙人に作られた道具だっていうの？私たち人間は。よく言われるように、人類の歴史は闘争の歴史だ。旺盛な闘争本能も度を超えた残虐性も、あるいはそこに起因しているのかもしれないな。そういえばギオもそんなことを言っていた。人類は兵器として開発された種だと。どうしてこんな恐ろしいことみんな平気で話してるの？みんなどうかしてる？それともどうにかなってるのは私なの？そしてゾアノイドとは後輪車によって戦闘用に調整された人類だ。調整とは極めて短期間でその個体に遺伝子レベルでの変異を引き起こし、必要な形態や能力を付加することを言うんだ。ゾアノイドに調整されたものは驚くべき強靭な肉体と高い戦闘力を持つ第二形態への変身が可能になる。目的や用途に応じてさまざまなタイプのゾアノイドが開発された。ところが人類はついに戦場へ駆り出されることはなかった。ある日突然、後輪車たちは地球から撤退した。彼らに何が起こったのか、今となっては知る術はない。やがて残されたゾアノイドたちはノーマルのままの人類と交配を重ね、いつしかその血は薄れていった。今なお世界各地に語り継がれる獣人伝説の陰には、そういったゾアノイドたちの子孫の姿もあったのかもしれない。俺が行きます。深町さんに任せましょう。アプトムからの連絡はまだか？はい、夜明け前にガイバー一味の所在を報告して以来連絡が途絶えております。まったく不便なやつじゃ。度重なる調整実験により思念波を受け付けにくい体質になってしまう。
今となってはこのわしの力をもってしてもあやつの行動をモニターしきれん。試作隊020304が間もなくターゲットと接触します。ガイバー1が縮小できない今、戦えるのはアギトだけじゃ。憎きガイバー3め、今日こそ目に物見せてくれるわ。なんだって。それじゃあ強食装甲は後輪車が身につけていたものだって言うんですか？そうだ。それも標準装備としてほぼ全員がユニットを食装していたらしい。強食装甲ユニットガイバーは食装した生物の形態や性質に基づいて機能の増幅とコンディションの調整を行う。後輪車がいくつもの異性種族からなる混成集団だったとすれば、これほど汎用性に富んだ装備はなかったろう。おそらくはこれも宇宙のどこかで遺伝子操作の果てに作り出されたものなのだろう。ある時後輪車は兵器として開発された人類に対してユニットがどう反応するか興味を持った。結果は驚くべきものだった。強食装甲は後輪車が食装した場合の数十倍、いや数百倍の威力を発揮した。そして何よりも彼らを戦慄させたのは、食装した人類が彼らの精神支配から解き放たれるということだった。ゾアノイドをはるかにしのぐ戦闘力を持ちながら兵器としては全く制御不能な人類の食装体。後輪者たちはこれを規格外品ガイバーと呼んだのだ。奴らだ。こいつらみんな下がってろ。待つんだ牧島君。食装水木、離して私、うちに帰る。私たち普通の高校生よね。それがこんな現実離れした事件に巻き込まれるなんて、もう頭が変になりそう。怪物に襲われたりさらわれたり、翔や牧島さんも怪物みたいになっちゃうし。
挙句の果てに挙句の果てに人間は戦争の道具として作られたなんて。美月、待て。ガイバー3から離れろ。離れろ。村上さん、村上さん。ダメだ。バルカスの思念派の干渉下ではこいつらを抑え込むことはできない。これまでか。やむを得ん。この姿はゾワロード。ガイバーの武器に勝るとも劣らない。長引けば不利だ。一気に肩をつけねば。外してた。村上さん。限界か。
早い、消せ。信じられんが確かにゾアロードじゃった。だが我々十二神将以外にゾアロードが存在するはずは。ショー、何？どうして私たちこんな目に遭うの？帰りたいよ、ショー。あの頃に帰りたい。ごめん、ミスキ。俺がこんな事件に関わったばっかりに。なんとかする。俺がきっとなんとかするよ。水木、戻ろう。みんなのところへ。ドクター、間もなく捜索隊が C ポイントに到着いたします。クロノスだ。隠れるんだ。バイバイ一味はこの辺りにいるはずだ。草の根を分けても探し出せ。奴らを監視していたロストナンバーズはどうした？アプトムというやつか。そういえば我々と合流する予定のはず。通信も入ってないな。なぜドクター・バルカスはあんな半端者にご就寝なさるんだ。ドクターは奴をモルモットとしか見てはおられんのさ。奴らのような出来損ないでも研究材料となることで我々クロノスに貢献できるというわけだ。なるほどね。このままじっとしていてもいつかは見つかってしまう。守らなくっちゃ水木を、この俺の手で。水木、行こう。いたぞ、あそこだ。見つかった。走るんだ、水木、こっちだ。手間をかけさせやがって。おとなしく俺たちと来てもらおうか。カイバーダメか。
脅かしやがって。ドクターのおっしゃる通り、こいつはガイバーになる力をなくしてやがる。ショー、観念するんだな小僧。ガイバー3！牧島さん！他の連中が来ると面倒だ。早く行け。深町師匠は貴様らには渡さん。なんだと？奴は俺の獲物だ。牧島さんのおかげでなんとか逃げ出すことができたけど、哲郎さんたちのいる場所からは随分離れてしまったみたいだ。兄貴たちは大丈夫かしら。村上さんだってついているんだ。そうやすやすと捕まりはしないさ。そうよね。牧島さんが助けに来たってことはみんな無事だってことよね。ああ、こんなところに隠れたくらいじゃすぐに見つかってしまうだろうな。だからといって下手に動き回るとかえって危ないし、どうして俺は食草できなくなっちまったんだ。このままじゃ水木を守ることもできやしない。水木、協力してくれ。ガイバーになる力を取り戻したいんだ。異次元の強食装甲を呼び寄せる有色組織は未だに俺の背中にへばりついたままだ。つまり俺はまだ強食装甲から解放されたわけじゃないってことだ。そうね。でも竹城町であの青年がゾアノイドに重化していくのを見た途端、一人でに食草が溶けてしまったんだ。そしてそれっきり何度試しても俺は食草できなくなってしまった。一体どうしてだと思う？ショー、あんな力なくったっていいじゃない。ダメだ。ガイバーの力がなくてはクロノスと戦うことができない。水木や哲郎さんを守ることもできない。クロノスに捕まっている父さんを助け出すことだって。父さん、どうしたの？待って、ショー！ショー！父さん、どうして今まで忘れていたんだ。なぜ今の今まで思い出さなかったんだ、父さんのことを。そうだ、俺は父さんを救い出すために水上山へ行ったんだ。やめてショー、お願い、もうこれ以上思い出さないで。違う、忘れてたんじゃない。俺は無意識のうちに父さんのことを考えまいとしていたんだ。でもなぜ水上山で一体何があったんだ。教えてやろう。牧島さん、ショーが。水上山で何があったのか教えてやろう。逃げろ水木、そいつは牧島さんじゃない。さすがだな深町師匠。もとよりこの姿で貴様を惑わそうとは思わんがな。お前はあの時の。そうだ、ロストナンバーズ部隊の一人アプトムだ。そのお前がなぜ俺たちを助けた？助けた？勘違いするな。俺の獲物を誰にも渡したくなかっただけだ。何？貴様と父親の身に何が起こったのか教えてやろう。もっとも真実を知れば。やめて！これ以上ショーを苦しめないで。話してくれ水木、俺は全てを知りたいんだ。ショー。そして俺はガイバーの力を取り戻したい。クロノスと戦うために
みんなを水木を守るために。見上げた覚悟だな。ならば教えてやろう、深町翔。お前はその手で父親を殺したのだ。俺が父さんを。貴様は何も知らずに父親を遺跡基地から救出した。だがその時すでに貴様の父親はドクター・バルカスの手でエンザイム2に調整されていたのだ。そして貴様はその父親であるエンザイム2の爪にかかって脳を破壊されてしまった。しかしドクター・バルカスの予測に反し直走者の脳を失った強食装甲は過剰防衛行動に出た。つまり貴様と父親の肉体は己の意志とは関わりなく血みどろの死闘を展開したというわけだ。思い出した。俺が意識を取り戻した時、目の前にあったのはメガスマッシャーで焼き払われた雑木林とちぎれたエンザイム2の片腕だった。あれは父さんの腕だったんだ。そうだ、救い出すつもりだった父親をお前はその手で殺してしまったんだ。やめて！あんたたちがおじさんをゾアノイドなんかにしなければ初めからこんなことにはならなかったはずよ。悪いのは全部あんたたちじゃない。これで分かっただろう。どんなに食草を望んでいるつもりでもお前は心の底で嫌悪し憎悪していたのだ。強食装甲をまとった自分自身をな。深町翔、すべての災難はお前のその手で招いたのだ。父親の死も、そしてこれからこのお嬢さんが被る災難もな。やめろ！貴様の命令は俺のはずだ！水木を放て！貴様はソムルムとダイムの仇だからな。楽にはしません。ソムルムとダイムの分まで存分に苦しませた上で地獄へ送ってやる。あの姿はエンザイム 2！ どうだ深町翔、この娘を助けたくば食草してみろ。この姿の前でな。ガイバーどうした？急がないとこの娘は細切れ肉になってしまうぞ。やめろ！水木！いいざまだな深町翔。愛しい娘が切り刻まれるのを黙って見ているだけなのか。もっともその出血ではお前の方が先におだぶつだろうがな。力が欲しい。こんな傷ぐらいものともせずに水木を助けに飛んでいける力、ガイバーの力が。
俺に力を貸してくれ。ガイバー！まだそんな気力が残っていたのか。何？あっ！食草したのか。行くぞアプトム。ガイバーで招いた災いにはガイバーでケリをつける。ついにガイバーになったな深町将。待っていたぞこの時を。クロノス最高の科学者ドクター・バルカスの手で再調整されたこの体はもはや姿形を真似るだけではない。バモ！見ろ、細胞サンプルさえ手に入ればその形質を完全にコピーし、この通りどんなゾアノイドにでも重化できるようになったのだ。グレゴールか。そしてさらにこういう系統も身につけた。今こそこの俺の手で貴様を倒す。来いアプトム、こっちだ。逃がさんぞガイバーワン。ショーがガイバーの力を取り戻した。私のために。早い。今こそソムルムとダイムの仇討たせてもらう。なぜだアプトム。なぜそれほどまでにソムルムやダイムのことを。貴様などには分からんだろうがな。俺たちロストナンバーズは日陰者なのだ。即戦力としてその特殊能力が評価されることはあっても所詮は消耗品。ただ生きた研究資料としてのみ存命を許されてきた。そんな俺たちにとって唯一の慰めは同じ境遇に置かれた仲間たちの友情だけだったのだ。奴らに対する鼻向けはただ一つ、ガイバーワン。この俺が貴様を倒すことだ。死ねガイバー。なんて威力だ。この熱線バモアのレーザーと比べ物にならない。パワーもグレゴールの比じゃなかった。奴はコピーした能力を何倍にも増幅して身につけているんだ。まだわからんのか。貴様の武器などこの俺には通用せん。足がもう逃げられんぞ。
せるか。両腕を犠牲にしてメガスマッシャーを守ったか。だが腕がそれではどのみちスマッシャーは打てまい。この勝負俺の勝ちだ。何？これはだいぶ手を焼いておられるようですな、ドクター。父さん、俺もう逃げたりしないよ。父さんを死なせたこと、水木たちを巻き込んでしまったこともしっかり胸に刻みつけて、俺はこの運命を戦い抜いてみせる。見守っていてくれ、父さん。知らずだから歩いて行けると知らない、戦う意味も語らずにこの身残して砕けるそっぽ、それでも俺を待つ